こんにちは、サザです。今回もランク戦見ていきましょう。相手の編成が心眼機械技師オフェンスカウボーイの爆速パですね。僕は爆速の時はその心眼か機械技師を最初に追うようにしてますね。レオはもともと初動が遅いので、多少散歩してもいいかなと思って、のんびり探してますね。で、なかなか誰も見つからないので、とりあえず小屋の方に行ったらオフェンスがいたので、これは諦めてまた他を探しに行きますね。あんまり散歩はしたくないんですけど、ただ心眼と機械技師放っておくと本当に解読が早いので、とりあえず探してるんですけど、もう1個つきましたね。これさすがに早すぎるので、誰か2人以上でやってるんだろうなと思ってちょっとちらっと見に行ったんですけど、カウボーイしか見えなかったので、これは諦めますね。で、ここを見たら心眼がいたので、ここは追いかけますね。このポジションは強いポジションじゃないので、とりあえず板さえもらわなければ、大丈夫かなってとこですね。で、まずは板間で一発です。これでパペットが使えるようになったので、鬼没もありますし、早めにやっちゃいたいですね。とりあえずここにパペットを置いて、追い込んでいく感じで追っていきますね。で、ここは鬼没でやれましたね。で、これ結果論ですけど、パペットはそこに置いといたことによってカウボーイが来てるのがわかるんですよね。そのおかげで結構警戒しながら進めるんですよ。で、ここでもカウボーイがいるなっていうのが分かったので避けれましたね。で、クロレオも殴ってくれたので、ただここは炎がまだ溜まってないので、それがちょっと嫌なとこですけど、でもここでオフェンスとカウボーイが多分視界に入ったからか、炎が溜まるのがめちゃめちゃ早いんですよね。で、これで使えるようになったので救助狩りしたいんですけど、いやーこれは壁に阻まれましたね。パペット触るの、攻撃された瞬間はパペット触れないんですよ。なのでそれを狙ったんですけど、ダメでしたね。ただ黄色がオフェンス殴ってくれたのはでかいですね。で、板の間でダウンしたので、とりあえずクロレを出して様子見ようと思ったら、これ間違えて持っちゃいましたね。いやー、視点を動かそうとしたらね、ちょっと間違えて持つボタンを押しちゃったんですけど、これ結構痛いですね。とりあえず揺れを見つつ、一旦諦めたふりをしてもう一回行きますね。やっぱこういうところもパペット投げもっと早くやりたいんですけど、僕の場合早くやろうとすると指がブレちゃって、細い木にパペットがぶつかったり、あととんでもない方向に飛んでったりしちゃうんですよ。なんとか指のブレは直したいですね。で、今もオフェンス来たんですけど、結構危なかったですね。あれ食らってたら小屋の方まで逃げられてたかもしれないですね。で、オフェンスが黒を追ってくれてたので、全然カウボーイ警戒してなかったんですけど、危なかったですね。で、オフェンス来るようだったら一回下ろそうかなとも思ったんですけど、これはオフェンス来るのが遅れたのでいけましたね。で、しかもこれすごいですよね。クロレオがカウボーイが取った瞬間に心眼をやってくれたんですよ。いや、もうすごい反射神経だなと思ってだいぶ感心してたんですけど、そのせいで油断してましたね。で、取られたのは仕方ないのでオフェンス釣るべきだったんですけど、だいぶ焦ってて、これは心眼を追っちゃってますね。心眼が飛び角っていうのもあるので、いやー、それでここ取られてまた工場の方まで行かれちゃいますね。あそこで取られてなかったらもうかなり有利だったんですけど、で、これも鬼没読まれちゃって、いやー、うまいですね。
こうなってくるともうきついですね。残り1個なので負荷をかけに行こうかなとも思ってますね。でこれはもう黒もどっか行っちゃったので負荷をかけに行きますね。なかなか揺れてなかったんですけど、ここで揺れ始めたので飛びますね。でここは逃げる読みでちょっと奥の方で変わったんですけど、これは読みが外れましたね。なんか動かして、ここもね黄色投げようと思ったら一回オフェンスの方に向いちゃって、うまく投げれなかったですね。ただここでラッキーなことは3連機ってことですね。もうこれはただただ運が良かったんですけど、3連機はだいぶ守りやすいのでレオにとっては、どのハンターでもそうですけど、なのでこれはなんとか残り1個守りつつうまくやっていきたいですね。でこれで赤パペットが黄色の方に行ってくれて、これはもうナイスでしたね本当に。でカウボーイがまだ一発も食らってなかったので、カウボーイをとりあえず殴って、これであとは回復される前に1人釣りたいところですね。で黄色パペット反応あったので飛んだんですけど、これオフェンスだったので無理でしたね。もうちょっと早く振ってれば当たってたかなとは思うんですけど。でここには心眼ですね。心眼飛び角なのでやりたいんですけど、ここパペットが殴ってくれたので、とりあえず戻ってそのままオフェンスもいたのでやりに行きます。これはもういい感じですね。だいぶ負けムーブになってたんですけど、ここでなんとか立て直せたかなって感じですね。でオフェンスが起死回生使ったかはわかんないんですけど、起死回生使ったことにかけてここは機械技師を釣ってます。でまだ揺れてたのでとりあえず守りに行きますね。この状況でも仲直り1個で全然ひっくり返っちゃうので、油断できないですよね。そして心眼とカウボーイが見えたんですけど、心眼の方が解読早いので心眼を追ってます。次で飛ぶっていうのもあるんですけど、でやって奥に人形いますね。救助と仲直りが怖かったので一旦戻ります。ただ3枚板のところがまだ解読回ってたのでオフェンスも釣っちゃいますね。でまだ揺れてますね。まだ解読してたので心眼の方行ったらちょうどついたので、これでダウンですね。でここはもう心眼釣ってよかったんですけど戻っちゃいましたね。ちょっと怖くて。さっきクロレオの反射神経がどうこう言ってたんですけど、あんな反射神経ないですね。クロレオにだったら攻撃外さないですよ。あそこはスローで見たらわかると思うんですけど、もうすでにダウンしてるオフェンスを殴りいってますね。仲直りを警戒しての行動なのかわかんないですけど、もちろんそれでやってくれたのでもうファインプレーには変わりないんですけど、ただそれを一応言っておこうかなと思って。普段レオ使ってる方ならわかるかなと思うんですけど、そんなにクロレオ優秀じゃないんですよね。でここはカウボーイがいたので、さっき鬼没読まれちゃったので今回は鬼没読みでやれましたね。であとはオフェンスだけなので、黄色パペットで索敵したらまだ近くにいたっぽいので、これはもうやれますね。この試合は結構いろいろあって展開もだいぶ逆転してたので、やってて楽しかったですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、2試合目ですね。
この試合は新しくできた録画機能を使ってやってみてます。この録画機能、相手の動きが見えるっていうのはいいんですけど、なんかところどころおかしくなるんですよ。おかしくなる、はい、おかしくなるんですよ。それがちょっと残念ですけど、今回はとりあえず試しってことでこれで見ていこうかなと思います。で最初に見つけたのが妻子ですね。ここの暗号機のところにまだいたら追いかけようかなと思ったんですけど、いなかったので、これは諦めますね。2階で妻子ってなるとワープももうすぐ溜まっちゃうのでちょっと追えないですね。でここにいたのが調香師ですね。鬼没が溜まったので香水使われる前に一発当てたいですね。あわよくば恐怖狙いたいとこですけど、とりあえず板壊してでここを倒したら鬼没狙おうかなと思ってたんですけど、倒したのでここは鬼没狙いますね。鬼没使ったんですけど恐怖は無理でしたね。でも一発当てられたので、あとは、黄色パペットと黒目をうまく使って、やりたいですね。ここは先回りしようとしたんですけど、ちゃんと見てましたね。で強ポジ行かれると困るのでこっち側から追い込んでいってます。でこのまままっすぐ追いかければよかったんですけど、黄色パペットを回収しようか迷っちゃって、ちょっと中途半端な動きになっちゃいましたね。黄色パペットがここで殴ってくれたのでよかったんですけど、でも個人的には最初からパペットに火は入れたくないんですよ。火丸々1個使っちゃうっていうのと、止められる可能性があるんですよね。あそこはさすがに止められても、その後追いかけてくれてるかなとは思うんですけど、止められてそのままどっか行っちゃうっていうパターンもあるので、できれば黒レオでやりたいとこですよね。で救助来たのが機械技師か。ここはちゃんと見て恐怖ですね。でも半分超えるのでとりあえず機械技師を釣っちゃいます。で次救助来るのが妻子ですかね。黄色パペットはもう椅子の前に置いてあるので釣ったらすぐ戻れますね。でここで僕初めて鉄槌恐怖決めれたんですよ。これがもう本当に初めてでちょっと嬉しすぎて、その残りの暗号機が1個っていうことに気づいてないんですよ。ここから通電するまで気づかなかったんですけど、本当にそれぐらい嬉しかったんですよね。で妻子を釣ってそこの暗号機に誰かいるのが分かったのでとりあえず行ってみたら、ロボットでしたね。で義手も近くにいたのでとりあえず義手を追いかけるんですけど、救助来たので妻子をトンネルしますね。この時は本当に妻子を順当にトンネルすれば勝てると思ってたので、釣ってそうですね、調香師のやりかけのところがだいぶ進んでるんですけど、全くそんなことも気づかないで、キャンプしてますね。ここで救助狩りができればよかったんですけど、もうだいぶ気が抜けてたのでもうひどいですよね。このケバブは本当もったいないですね。でこのまま通電と、通電しちゃったらもうゲートを守るしかないので、とりあえず黄色パペットに火を入れて小屋の方に行ってもらって、で自分は赤パペットで正面ゲートに行きますね。炭鉱者の姿も見えてたんですけど、ゲート優先ということでゲートの方に行きましたね。鬼没も溜まってるのでここは早めに仕留めて、で釣っ
て黄色パペットの方行きたいですね。黄色パペットはまだ反応してなかったので、多分まだ開けてないですね。なので間に合うかなと思って黄色パペットで速攻行ってます。赤パペットも近くにあるといえばあるので、いいかなと思って、でここに祭司と炭鉱者がいてまだ開いてなかったので、ここは良かったですね。ここで怖かったのがロボット救助なんですけど、一回壊してるのもあってもう動かせなそうですね。ここはあとはもう炭鉱者だけなので、とりあえず一発は確実に当ててって感じですね。ここ僕が空振ったのはちょっとよくわからないですね。で祭司立ち上がったので、とりあえず祭司を先にダウンさせて、でもあとは炭鉱者を追いかけるだけですね。ここですぐにパペット飛んじゃうと炭鉱者が近くにいた時に引き分けになる可能性があるんですよ。なのでとりあえず耳鳴りがないか確認して、ハッチの位置も見て、でそして飛びますね。でギリギリこれ足跡が見えてるんですけど、本当にもうギリギリのとこだったので、これはだいぶ見失っちゃってますね。赤パペットと入れ替わればよかったんですけど、完全に忘れてましたね、赤パペットで。ここでもう完全に見失いましたね。耳鳴りも消えちゃったので、とりあえず戻って最初釣ります。やっぱここで引き分けになったらもう本当に悲しすぎるので、最初が飛んでこのまままっすぐ行ってればね、炭鉱者の姿が見えてたと思うんですけど、ハッチの方に行ってるかなと思ってハッチを守りに行ってます。で耳鳴りしてるのでどこから来るかなと思って周り見てるんですけど、耳鳴り消えたので、ここはゲート行ったかなと思って見たらいましたね。でまだ開かなそうだったので、ここは鬼没もありますしいけそうですね。一発もらって、でここで鬼没ですね。これ日付見えちゃうんですね。いっか。ありがとうございました。